こんにちは、ぴよぴっこです。パート3はいよいよ完成編。キーニチの髪型がどんな風に仕上がるのかお楽しみに。お顔以外のパーツも刺繍や裁断を済ませました。ボディの作り方は本や動画で詳しくご紹介しているので、チェックしてみてくださいね。完成したお顔パーツのダーツを縫います。髪と肌の布を重ねて縫い合わせます。髪にボリュームがあるので、ずれないように気をつけましょう。お顔に丸みが出ると、一気に可愛くなりますね。綿を入れて作ったふっくらした耳。これは顎パーツです。後頭部パーツは紙の布をそのまま使用し、3センチボアの毛足を生かします。お顔と後頭部を縫い合わせます。前髪の跳ねた毛を挟まないように内側に入れておきます。合い印を合わせながらクリップや待ち針で留めます。頭頂部から顎パーツまでぐるりと縫い合わせます。前髪の布を挟んでしまわないように気をつけましょう。表にひっくり返して縫い落としなどがないかチェック。挟まった毛足は目打ちで出してあげます。襟足を縫い付けます。後頭部パーツの裾に中表で縫い付けます。髪の毛のボリュームがすごくて分かりにくいですが、頭部と体のつなぎ目に襟足が挟まるようになります。頭部に軽く綿を詰めます。ボディはしっかりと綿を詰めて、お尻も作っておきます。首をこの地縫いで縫い閉じます。普段は綿を詰める前に首を縫い合わせていますよね。前髪や後ろ髪にボリュームがある髪型だと、実はこのやり方がおすすめ。返し口が狭く、裏返すことができない場合があるからです。今回は立体刺繍にできるだけ負担をかけないように、表に返した状態で首を縫い合わせています。しっかり綿を詰めていきます。特に輪郭周りはシワにならないようにパンパンに詰めます。返し口をこの地縫いで縫い閉じます。いい感じにツンツンした髪が再現できているんじゃないでしょうか。三つ編みを作ります。紙の生地を3本、仕上がりサイズよりも長めにカットします。三つ編みをすると短くなるため、編む強さにもよりますが、1.5 倍ほど長くしておくと安心ですよ。
端を束ねて糸で縫い留めておきます。実際に三つ編みをしていきます。生地の裏側が見えないようにすると綺麗に仕上がりますよ。クリップで仮留めしておき、長さを調整してからほどけないようにヘアゴムで固定します。キッズ用のヘアゴムだとちょうどいいですよ。三つ編みをつける位置を確認します。待ち針で仮留めして、いろんな角度からチェックして理想の位置を決めます。糸で縫い留めて固定をするのですが、まさかの撮影できておらず、すみません。今回は縫い目が目立たないということもあり、カーブ針を使ってざっくりとした半返し縫いで縫い付けました。毛足の短い生地であれば、この地縫いがおすすめです。前髪の浮いている部分は糸で縫い留めて固定しました。後頭部のメッシュを作ります。これは3センチボアならではのやり方になります。小さくカットしたメッシュの生地を植毛します。本体の紙になじませるように待ち針で仮留めします。縫い留めます。このカーブ針、便利なのでめちゃめちゃおすすめ。毛足の短いボアなら手芸ボンドで貼り付けるのがベストかなと思います。目打ちを使ってなじませます。結構ナチュラルなメッシュになります。もみあげをカットして整えます。3センチボアであれば襟足を散髪することもあるのですが、今回はそのままでも大丈夫そうかな。仕上げにチークをつけます。ピアスの作り方は近々改めてご紹介しようかなと思っています。今回前髪を立体刺繍でレイヤードにしたのは、このように髪の下にバンダナを巻けるようにしたかったからです。キーニチっぽいチロリアンテープを見つけたので合わせてみました。バンダナや鉢巻きキャラの髪型作りの参考になれば幸いです。これは今回キーニチくんに着せようと思って購入した衣装セットに含まれていたヘアバンド。ヘアバンドも額に巻けるかなと思ったのですが、こちらはちょっと太かったですね。普通に装着してもとっても可愛かったです。この後のお披露目ムービーで着用しているのでぜひご覧ください。着せ替えのできるキーニチ縫いの完成です。